迷えるスピリットとの対話。スピリチュアルカウンセリングによる精神病治療の30年。カール・オーガスト・ウィックランド著、近藤和夫役。第2章、潜在意識説と自己暗示説を否定するケース。第4節、ウィックランド、バートン夫人の憑依例。第1項、バートン夫人の憑依例1。患者に霊聴能力がある場合は、憑依霊の声がひっきりなしに聞こえるので、それによる苦痛も伴うことになる。いわゆる幻聴は、精神科医もよく観察していることである。そういう患者が高齢会に出席して、憑依霊が霊媒へ移されると、興味深い現象が生じる。その一例として、バートン夫人のケースを紹介しよう。この夫人は霊聴能力があり、そのために憑依霊と絶えず口喧嘩をすることになったが、我々のサークルに出席しているうちに、そのありがたからぬ仲間5名から解放された。その憑依霊たちの性格は、次に掲げる記録によって明瞭に把握できるであろう。スピリット、キャリー・ハッチントン。患者、バートン夫人。霊媒、ウィックランド夫人。質問者、ウィックランド博士。博士、お名前を教えてください。スピリット、手を押さえつけないでくださいよ。博士、じっとしていないといけません。スピリット、なぜそんなに手荒なことをするのですか？博士、名前をおっしゃってください。スピリット、なぜそんなことが知りたいのですか？博士、あなたは初めてここへおいでになられた。それでお名前を知りたいのです。スピリット、知ってどうなさろうというのです。博士、話をする相手が誰であるかを知りたいだけです。あなただって、もしも見ず知らずの人が訪ねてきたら、名前を知りたいとは思いませんか？スピリット、私はこんなところにいたくありません。あなたたちの誰一人として知らないのですから、誰かが私をここへ押し込めたのです。あんな手荒なことをするなんて。入ってきて椅子に腰掛けたら、今度はあなたがまるで囚人のように私の両手をつかむのですから。なぜこんなところへ押し込めるのですか？マーシーバンドによってウィックランド夫人の体に乗り移らせられたこと。博士、あなたは多分暗いところにいらしたのでしょう？スピリット、確かに無理無理ここへ連れて来られたみたい。博士、それには何か訳があったんでしょ？スピリット、訳なんか知りませんよ。あんなひどい目に遭わされないといけないわけなんか身に覚えはありません。博士、なぜそういう扱いをするのか、その訳は聞かされなかったのですか？スピリット、その扱いのひどさと言ったらありませんでしたよ。もう死ぬかと思いましたよ。あっちへこっちへ至るところへ追いまくられどうして、あんまりひどいので、もう腹が立って八つ当たり気分ですよ。博士、その人たちはあなたにどんなことをしたというのですか？スピリット、それが実に恐ろしいのです。私が歩き回るとひどい目に遭うのです。なんだかよくわからないのですが、時には私の全神経が叩き出されるような感じなのです。まるで雷と稲妻に襲われたみたいな時もあります。静電気による反応。それはすごい音です。あのすごい音。ああ、怖い。私はもう我慢できないわ。これから先もあんな目に遭うのはまっぴらごめんだわ。博士、まっぴらごめんと思っていただけるのは私たちにとってはありがたいことです。スピリット、私は招かれざる客ってわけなの？それならそれで結構よ。博士、あなただけ特別というわけではないのですかね。スピリット、これまで辛いことばかりでした。博士、亡くなられてどれくらいになりますか？スピリット、それは一体どういう意味ですか？私は死んでなんかいません。
この通りピンピンしております。むしろ若返ったみたいです。博士、なんだか他人になったような感じがしたことはありませんか？スピリット、時折妙な気分になることはあります。特に例のものが私を打ちのめすときに嫌な気分です。こんな苦しみに合う言われはないはずです。なぜだかわからないのです。博士、多分それがあなたにとって必要だからでしょう。スピリット、好きな時に好きなところへ行けて良いはずなのに、なんだか自分の意志がなくなったみたいです。行こうとしてみるのですが、すぐに誰かが私を捕まえて、ある場所へ押し込め、そこで気を失いかけるほど打ちのめすのです。そうと知っていればいかないのですが、なんだか私を好きに連れ回す権利を持った人物がいるみたいです。患者のこと。でも私の方こそ、その人物を連れ回す権利があるはずだと思うのです。博士、その女の人とは一体どういう関わりがあるのですか？あなたはあなたの生き方をするというわけにはいかないのですか？スピリット、私はそのつもりで生きているのですが、その女性が私の邪魔をするのです。それで私が叱ると、逆に私を追い出そうとするのです。私もその人を追い出そうとします。そんな調子で大変な取っ組み合いになるのです。私にだってそこにいる権利があるはずなのに、なぜいけないのかがわからないのです。博士、多分あなたの方がその人の邪魔をしているのでしょうね。スピリット、その人はすぐ私を追い出そうとするのです。私は何も迷惑なんかかけていないはずなのに、ただ時たま話しかけるだけなのです。博士、話しかけるのが通じてますか？スピリット、時たま通じるみたいです。通じるとすぐさま私を追い出そうとするのです。なかなか礼儀正しい方なのですが、カッとなるところがあって、カッとなるとすぐ例のところへ行くものだから、私は気が遠くなるほどひどい目に遭うのです。とても怖くて、私の方からその人を連れ出す力はありません。その人の方から私を追い出そうとしているのです。博士、あなたはその方に付きまとわない方がいいですよ。スピリット、だって私の体なんですからね。あの人のものではありません。あの方にはそこに居座る権利はありません。なぜ私の邪魔をするのかがわからないのです。博士、あなたの勝手な振る舞いに抵抗しているのでしょうよ。スピリット、私にも生きる権利があるはずです。そうですとも。博士、あなたは自分が死んだことに気づかないで、これまでずっと一人の女性に取り付いていたのです。あなたはスピリットの世界へ行くべきで、こんなところをうろついていてはいけません。スピリット、私がうろついているとおっしゃるんですか？そんなことはありません。誰にも迷惑はかけてはおりません。ただ少しばかり喋りたいことがあって。博士、それが雷やひどい目に遭う原因なのです。スピリット、最初の頃はなんとか我慢できましたが、最近はとてもひどくて、どうしてこんなことになったのか、少し考えないと。博士、今それがわかりますよ。スピリット、あんな怖いものをやめにしてくれるのなら何でもやります。バートン夫人、自分を悩ませていたのはこの例であることを確認して、私もあなたにうんざりですよ。どなたですあなたは？スピリット、赤の他人ですよ。バートン夫人、お名前は何とおっしゃるのですか？スピリット、私の名前？バートン夫人、あなたにも名前があるでしょう。スピリット、キャリーです。バートン夫人、キャリー、なんとおっしゃいます？スピリット、キャリー・ハッチントン。バートン夫人、どこにお住まいでしたか？スピリット、テキサス州のサンアントニオ。バートン夫人、するとずいぶん前から私についていたのね。バートン夫人は長いことサンアントニオに住んでいた。スピリット、あなたの方こそ私に長い間つきまとってるじゃないの。なぜそんなに私の邪魔をするのか、それだけが知りたいわね。今の私にはあなたの姿がはっきり見えるわ。バートン夫人、何という通りに住んでいましたか？
スピリット。あちらこちらを転々としたわ。博士。あなたはもう肉体を失っておられるのですが、そのことが実感できませんかね。ずっと病気をなさっていたことは覚えてますか。スピリット。最後に記憶しているのはエルパソに住んでいたことです。それ以後のことは何一つ記憶にありません。エルパソに行ったことまでは覚えておりますが、そこを離れたという記憶はございません。どうやら今もエルパソにいるみたいです。ある日、大病を患ったことを覚えています。博士、おそらくその病気でお亡くなりになったのですよ。スピリット。エルパソの後、どこへ行ったかは知りません。かなり遠くまで行きました。列車で行きましたが、なんだか自分が空っぽになったみたいでした。誰一人話しかけてくれず、私はただその主人、バートンの後を召使いみたいについて回りました。不愉快でなりませんでしたけどね。バートン夫人、あなたはその間ずっと歌い通しだったので、私は気が狂いそうでしたよ。スピリット。だってあなたは私の言うことを一つも聞こうとしないから、注意を引くためにはそうするほかなかったのですよ。あなたが列車に乗るものだから、私は家からも家族からも遠く離されてしまい、それが辛かったのです。お分かりかしら、この気持ち。バートン夫人、あなたの方こそ私の気持ちを理解していないのよ。博士、ご自分の身の上に何が起きたかお気づきになりませんか。スピリット。あの雷みたいなものだけはもうご勘弁です。私は退散しますよ。博士、ご自分の身の上をよく理解してください。あなたは今スピリットとなり、愚かにも人間に取り付いているのです。あなたにはもう肉体はないということを悟りなさい。おそらくあなたは重病になられた時にそのまま死なれたのです。スピリット。幽霊と話ができるかしら。博士、実際にあることです。スピリット。私は幽霊なんかじゃありません。だって幽霊じゃ喋れないじゃないの。死んだのならその辺に転がっているはずよ。博士、死ねば肉体はその場に転がっていますよ。しかしスピリットは転がってはいません。スピリット。スピリットは神のもとへ戻ります。博士、その神というのはどこにいるのでしょう。スピリット。天国です。博士、天国はどこにあるのでしょう。スピリット。イエス様がいらっしゃるところです。博士、バイブルには神は愛なり、愛の中に住める者は神の中に住めるなりとありますが、その神はどこにいるのでしょう。スピリット。天国でしょうよ。とにかくそういう難しいことは私何も知りません。ただあの雷みたいな衝撃のために私が地獄のような苦しみを味わっていることだけは確かです。私にとって何の役にも立っていません。まっぴらごめんです。博士、だったらこの夫人に近づかないことです。スピリット。今その人の姿がよく見えます。ちゃんとした会話ができます。博士、でしょ。でもこれが最後となることでしょうね。スピリット。どうしてですか。博士、この場を離れたらご自分が別の人間の体を使って話していたことに気づかれますよ。その別の人間というのは私の妻のことです。スピリット。ご冗談を。あなたのことをもう少しは物分かりのいい方と思っていましたが。博士、突拍子もないことに思えるのも無理はありませんが、でもこの手をご覧なさい。間違いなく自分の手ですか。スピリット。私の手ではなさそうですが、このところ変なことばかり起きているものですから、頭の中がこんがらがっているんです。あの夫人のすることは気違いじみているのです。私はそれに振り回されて、一体何をしようとしているのか、なぜそんなことをするのか、そればっかり考えているのです。博士、あなたが出て行ってくれれば彼女は喜びますよ。バートン夫人。キャリーさん、年はいくつですか。スピリット。女性は年齢を言いたがらないことぐらいあなたもご存知でしょう。博士、ことに未婚の方はね。スピリット。どうかそれだけはご勘弁を。適当に想像なさってください。
私の口からは申しませんから。博士、ご結婚はなさいましたか？スピリット、ある男性と結婚しましたが、好きになれませんでした。博士、その方の名前は？スピリット、それは言えません。絶対に口にしたくありません。彼の姓を名乗りたくもありません。私の名はキャリー・ハッチントン。これが私の本名であり、彼の姓は使いたくありません。博士、ところで霊界へ行きたいとは思いませんか？スピリット、なんという馬鹿げた質問ですこと。博士、あなたには馬鹿げたことに思えるかもしれませんが、霊界は実際にあるのです。霊的なことは人間の常識ではバカバカしく思えるもののようですが、実はあなたはもう肉体をなくしていらっしゃるのです。スピリット、なくしてなんかいるものですか？私はずっとこの夫人と一緒に行動しているのですが、私の気に食わないことが一つだけあります。それは食べ過ぎるということで、もりもり食べて元気をつけるものだから、私は力でかなわなくなるのよ。私のしたいようにできないということです。バートン夫人に向かって、あなた、少し食べる量を減らしてよ。私はいつもあれは食べるな、これは食べるなと言ってるのに、あなたはちっとも感づいてないわね。聞こうともしないのだから。バートン夫人、私が行きなさいと言っていたのは、ここのことですよ。でもあなたはどうしても一人では行こうとしなかったわね。スピリット、わかってますよ。でもあなたは、私をこんな雷の鳴る場所へ連れてくる権利などありませんからね。あんなひどい目に遭うんだったら、一緒になんかいたくないわ。博士、雷の仕掛けは隣の部屋にあるのですが、少しかけてあげましょうか。スピリット、いいえ、結構です。もうたくさんです。博士、だったら私の言うことをよく聞きなさいよ。言う通りになされば、あんなものは必要ないのですから。いいですか。あなたは何も知らずにいるスピリットなのです。今置かれている事情を知らないという意味です。あなたはもう肉体を失ったのです。ご自分では気がついていないようですが。スピリット、そんなことがあなたにどうしてわかるのです？博士、あなたは今、私の妻の体を使って喋っているのですよ。スピリット、私はこれまで一度もあなたにお目にかかったことがないのですよ。その私があなたの妻だなんて、そんなバカなことがこの広い世の中にありえますか？冗談じゃないわ。博士、私もそれはごめん被りますよ。スピリット、こちらこそ。博士、実はこれ以上私の妻の体を使っていただくと困るのです。あなたはもう肉体がなくなっていることを悟らないといけません。この手、ウィックランド夫人の手をご覧なさい。ご自分のものだと思われますか？スピリット、近頃私の身の上にいろいろと変化があったものですから、頭が変になりそうなのです。もううんざりですわ。博士、これキャリー。いい加減に目を覚ましなさい。スピリット、私はちゃんと目を覚ましてますよ。そんな言い方はやめてください。さもないとあなたの聞いたこともないことをある人に言わせてやりますからね。博士、これキャリー。スピリット、私はミス・キャリー・ハッチントンでございます。バートン夫人、キャリー、先生のおっしゃることをよくお聞きなさい。スピリット、私は誰の言うことも聞く気はありません。きっぱりそう申し上げておきます。あの人になったりこの人になったり、もうこの先どうなっても平気です。博士、今あなたは私の妻の体を使って喋っていることをご存知ですか？スピリット、バカなことをおっしゃい。そんな気違いじみた話は聞いたことがないわ。博士、そろそろ分別心を働かせないといけません。スピリット、分別心？私は立派な分別心を持っておりますけど。ではあなたは完璧な人間ですか？博士、もちろん完璧ではありません。私が言っているのは、あなたはもうスピリットとなっているのに、そのことを理解せずに身勝手なことをしているということです。あのご婦人をずっと苦しめていらっしゃるのです。それで例の雷を使ってあなたを追い出したわけです。あなたが認めようが認めまいが、
今はもうあなたはスピリットなのです。この事実についてあなたは無知でいらっしゃる。素直に言うことを聞かないと、隣の治療室へ連れてって、またあの雷を見舞いますよ。スピリット。あれはもう勘弁してください。博士。だったらその態度を改めなさい。生命に死はない。肉体を失っても人間の目に見えなくなるに過ぎないことを素直に理解しなさい。あなたからは私たちが見えても、私たちからはあなたは見えてないのですよ。スピリット。私はお二人とは何の関係もございませんので。博士、私たちはあなたの力になってあげたいのです。何とかして今の身の上の真実を分からせてあげたいと思っているのです。スピリット。お力添えは無用ですよ。博士、どうしても言うことを聞かないとなったら、高級連の方々に連れて行っていただいて、牢に入れてもらいますよ。スピリット。私に脅しをかけるつもりなのね。そんなことをしたら、あなたこそひどい目に遭いますよ。覚えてらっしゃい。博士、その意固地な態度を改めなさい。あたりをご覧なさい。あなたに気づいてもらおうと思っている人が目に入るでしょう。その人を見たらあなたは泣き出すでしょうよ。スピリット。私が泣いたりなんかするものですか。反対に歌い出しちゃいますよ。博士、お母さんは今どこにいますか？スピリット。長いこと会っておりません。母ですか。ああ、母ね。母ならもう天国へ行ってますよ。立派な女でしたからね。今頃は神と精霊とその他もろもろの人たちと一緒にいることでしょうよ。博士、あたりを見回してごらんなさい。そのお母さんがいらっしゃいませんか？スピリット。ここは天国じゃありませんよ。とんでもない。もしもここが天国だったら、地獄よりひどいところですよ。博士、お母さんを探し出すことです。今のあなたの恥ずべき状態を聞かせてくれますよ。スピリット。私は何も恥ずべきことはやっておりません。一体なぜ私にあんな雷なんか落としたり牢へ入れたりなさるんです？私はそこのご婦人と話し合って取り決めたことがあるのです。博士、この方は私のところへ来られて、あなたを取り除くための取り決めをなさったのです。そこで電気仕掛けで、あなたをこの方の体から追い出したというわけです。もうこの方はあなたの仲間ではありません。スピリット。そうね。みんなしばらく私から離れちゃったわね。憑依霊のこと。見当たりませんもの。あの背の高い男をなぜ追い出したのですか？博士、それは自分の体が大事だからですよ。自爆霊に苦しめられたくはありませんもの。あの連中と一緒がいいのですか？スピリット。あなたのおっしゃってることの意味がわかりません。博士、あなたはご自分がこの婦人を悩まし、地獄のような毎日を送られていたことがお分かりになりませんか？スピリット。バートン夫人に向かって。私はあんたを悩ませてなんかいませんよ。バートン夫人、今朝だって私を3時に起こしたじゃありませんか。スピリット。あなたに寝る資格はないわよ。博士、あなたはあなたなりの生き方をしなきゃダメです。スピリット。そうしてるつもりです。博士、言うことを聞かないと暗い牢の中で暮らすことになりますよ。スピリット。どうしてそんなことが言えるのよ。博士、あなたにいつまでもそのままでいてくれては困るのです。もっと素直になって助けを求めた方が身のためですよ。私は妻と共にこの仕事を何年もやってきました。妻はこうやっていろんな性格のスピリットに体を使わせてあげて救ってあげているのです。スピリット。皮肉っぽく。まあ立派な奥さんですこと。博士、恥を知ることも大切です。いかがです？お母さんの姿が見えませんか？スピリット。見たいとも思いませんね。天国から呼び戻すこともないでしょう。博士、天国というのは幸せである状態のことですから、あなたのような娘がいては、お母さんも天国なんかにいる心地はしないでしょう。幸せにはなりきれないでしょう。いかがです？
もしもあなたが天国にいて、地上に一人の娘がいて、その娘が今のあなたのような状態でいるとしたら、あなたは平気でいられますかね？スピリット。私はへそ曲がりではありません。私のどこがいけないというのですか？おっしゃってください。博士、それはもう言いました。あなたは私の妻の体に取り付いているのです。スピリット。私にどうしてそんな真似ができるというのです？博士、物質の法則を超えた霊的な法則があるのです。そして今はもうあなたは一個のスピリットなのです。スピリットや精神は肉眼では見えないものです。あなたはわがままで物事を理解しようとなさらないけど。スピリット。ここは天国なんかじゃありません。博士、ここはカリフォルニアのロサンゼルスです。スピリット。お願いだから冗談はやめてよ。私はどうやってここに来たのかしら？博士、こちらの婦人に取り付いてきたのです。そういうわけです。おかげでこの方はあなたを取り除くためにあの雷を受ける羽目になったのです。スピリット。おバカさんですね、そんな真似をするなんて。博士、何としてもあなたに離れてもらいたい一心からなのです。何としても離させるでしょうよ。スピリット。あの雷だけはもうごめんこむりなす。博士、素直に言うことを聞かないと高級霊の方々があなたの嫌がるものをお見せしますよ。スピリット。ある幻影に怯えて。それだけはやめて。博士、お望みではなくてもこうするしかありません。スピリット。そんなのないわ。どうしても理解させることができないので、このスピリットはマーシーバンドに引き取ってもらった。